ッチを動かすことで、省エネモードに切り替わりました。プリミティアプレイヤーエールです。今回は省エネジェット機を作ってみようと思います。うまくロケットエンジンを制御して、燃料を節約しながら、いい感じに飛んでみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは設計図機能で、以前作った量産型飛行機を召喚して、省エネジェット機のベースにします。軽量なので、省エネにはちょうどいいからですね。操縦席の下にロケットエンジンをつけたら、そちらにセットする燃料を用意しましょう。あまり重くなりすぎないように、50キロのニトロセルロースを用意しました。これはロケットエンジンを25秒動かせる量です。こちらをセットしたら、操縦席から発動できるように、スイッチと配線、バッテリーを取り付けました。こちらに乗り込んで、スイッチを入れてみると、よし！ロケットエンジンに点火して、加速した後、離陸してくれました。そのままぐんぐん進んでいって、おっと、ここで手前にひっくり返ってしまいました。バランスが後ろに偏っているせいだと思うので、燃料の形を縦に長い形に作り変えて、取り付け直しましょう。これで重心が前に行くので、ひっくり返らなくなるはずです。もう一度乗ってみると、しばらくまっすぐ進んだ後、離陸してくれました。その後、角度は上を向きすぎることもなく、ほぼ水平に飛ぶことができましたが、左右にフラフラしています。私がこうやって操作しているわけではないので、対策が必要ですね。そこで、ふらつきを防ぐために、垂直尾翼を追加しましょう。ついでにタイヤをつける位置を変えて、狭い滑走路でも離陸できるようにしました。この状態で、もう一度乗ってみると、よし！後ろの垂直尾翼のおかげで、左右にグラグラすることなく、まっすぐ飛んでくれています。そのまま後ろにひっくり返ることなく、燃料が切れるまで飛び続けました。燃料が切れても、機体が軽いおかげで、グライダーとして、普通に操縦することもできます。これで、軽量なジェット機はできたので、こちらを省エネ仕様に改造していきましょう。省エネにするために使う仕組みは、こんな感じで、くるくる回る金属で、断続的にロケットエンジンに通電させることで、小刻みに噴射させる方法です。この状態で離陸はできそうにありませんが、離陸した後なら、この程度の噴射でも、飛び続けてくれるんじゃないでしょうか。でも、わざわざモーターを使うのはもったいないので、本体にこの仕組みを搭載するときは、こんな感じで、ベアリングを使ったシンプルな仕組みを作って、そちらに斜めにした木の板をつけることで、風の力で回転させて、断続的に電気をオンオフできるようにしました。スイッチを切り替えることで、常時噴射するモードと切り替えられるようにしています。これならそんなに重量を増やさずに、燃料を節約することができそうです。それでは早速乗ってみましょう。まずは普通に噴射して、機体が離陸するのを確認したら、節約モードに切り替えます。思ったより、ゆっくりな噴射感覚ですが、燃料を節約しながら、飛び続けることができています。でも、オンオフが切り替わる速度が遅すぎるせいで、
揺れてしまっています。もう少し切り替え速度が速くなるように改良しましょう。風を受けて回転するための木の板を3枚ずつ増やすことで40にしました。これで風を受けやすくなって回転速度が上がるはずです。よし、改良完了です。それではもう一度操縦席に乗り込んで飛んでみましょう。普通に噴射して離陸した後、スイッチを動かすことで省エネモードに切り替わりました。このくらいの噴射感覚ならそこまで入れることもなく進み続けてくれます。そして飛び続けていると少しずつスイッチの回転が速くなって噴射の間隔も短くなってきました。途中で少しだけロケットを動かして加速することでさらにスイッチの回転が速くなってくれました。でもロケットエンジンには通電の反応速度に限界があるので見た目より噴射の間隔は短くはなりませんね。それでも飛行するのには問題ないのでそのままかなり長い時間飛び続けることができました。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみましょう。離陸した後、省エネモードに切り替えて左に旋回しようとすると、おっと、推進力が足りずに落ちてしまいました。急な方向転換は苦手みたいです。そこで今度は省エネモードにした後、緩やかに旋回してみましょう。そうすると旋回半径はそれなりに大きくなっていますが、省エネモードの状態でも180度旋回して元の位置に戻ってくることができています。これくらいの旋回性能ならフランス側には問題なさそうですね。今度は私の視点にして稼働時間と最高速度を測定してみましょう。まずはずっと噴射し続けた状態でどこまで速度が出るか試してみましょう。さすがはロケットエンジン、なかなかの加速力です。そのままぐんぐん進んでいって秒速31メートルまで加速したところに燃料が尽きました。稼働時間は25秒なので計算通りです。そのまま勢いよく滑空し続けてくれたので向こう側の島まで飛ぶことができました。なかなかの移動距離です。続いて省エネモードの稼働時間と最高速度を測ります。通常モードで離陸した後、すぐに省エネモードに切り替えるとあまり加速せず最高速度は秒速11メートルほどがやっとでした。でもその分稼働時間はかなり伸びています。かなり長い間飛び続けて1分11秒のところで燃料が尽きました。通常25秒しか持たない燃料が71秒持ちこたえたので稼働時間が 2.8 倍ほどに伸びたことになります。省エネ化は大成功ですね。でも稼働時間が伸びても速度の方は伸びないので滑空距離は短いです。長時間の飛行はできても長距離の飛行は苦手なんですね。それでは最後はこちらの省エネ飛行機に乗って燃料が尽きるまでフライトを楽しみましょう。さっきとは逆方向に飛んで進み続けていますが、風の影響を結構受けてますね。推進力が一般的なプロペラ機より低めなので結構流されやすいです。それでも制御はしやすいので何度
とか地面に着陸することができました。それでは、ロケットエンジンで飛びまくって、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、省エネジェット機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。